敵を知るために敵になれ。百戦百勝は最善ではない。戦うことなく相手を屈服させることこそが最善だ。名将は勝ちやすい者に勝つ。だから名将は勝ったとしてもその名を知られることはないし、称賛もされない。戦いのうまい者はまず自軍の守りを固めて敵が勝つ可能性をなくした上で敵が弱点を見せる機会を待つ。敵と味方の実情を熟知していれば100回戦っても負けることはない。敵情を知らないで味方のことだけを知っているのでは勝ったり負けたりして勝負がつかず、敵のことも味方のことも知らなければ必ず負ける。まず敵が大切にしているものを奪取すれば敵はこちらの思い通りにできる。君主の命令に従ってはいけない場合もある。戦上手は相手を動かして自分は動かされない。先に戦場に到着して敵を待つ場合は余裕を持てるが、遅れて戦場に到着して戦う場合は不利になる。戦い方がうまい者は全体の勢いを重視し、一人一人の兵の働きに期待しない。先手を取って敵が大切にしているものを奪えば敵を思い通りにすることができる。昔の戦上手は敵の先鋒と後続を分断し、大部隊と小部隊が連携を取れなくし、上官と部下を引き離し、上下の仲を悪くさせ、兵をバラバラにし、兵が集まっても一つになれないようにした。戦争が上手な者は兵役を何度も課さず、食料の補給も何度もしない。戦争は下手なやり方でも早めに切り上げるということはあるが、上手に長期戦をするということはない。民衆を大切にしすぎる将は苦労が絶えない。多くを喋らない敵ほど怖いものはない。自軍の遠くから挑発してくる敵は誘い出そうとしているのである。自軍の近くにいながら平然としている敵は地形の険しさを頼りにしているからである。戦争とは敵を騙す行為である。平静はすぐに混乱に変わり、勇気はすぐに怯えに変わり、強者はすぐに弱者に変わる。混乱するかしないかは軍の統制力で決まり、怯えるが怯えないかは軍の勢いで決まり、弱者になるかならないかは軍の体制で決まる。軍を率いる者は冷静で物静かであり、公平無視でないといけない。軍を止める場所は低地よりも高地、日陰よりも日向である。敵が川を渡ってきたら、川の中にいるうちに攻撃せず、半数を渡らせておいてから攻撃する方が良い。山地では谷沿いに進み、視界の良い高所に布陣する。高所にいる敵に向かって攻めていってはいけない。清廉潔白な将は挑発に乗りやすい。敵が攻撃しないことを期待するのではなく、敵が攻撃できないような状況を作っておくことを頼りにする。知者は利益と損失の両方を常に考える。厚遇するだけで使うことができず、可愛がるだけで命令できず、勝手なことをしていても抑えることができなければ、わがままな子供と同じで役に立たない。兵を可愛い我が子のようなものだと考えて可愛がると、兵と生死を共にすることができるようになる。敵を包囲したら逃げ道を必ず開けておき、追い詰めた敵を攻撃してはいけない。戦場の近くで遠方の敵を待ち、
充実した状態で敵が疲れるのを待ち、よく食って敵が飢えるのを待つ。戦争が上手な者は、敵の士気が旺盛な時は避け、気が緩んだ時に攻撃する。敵軍の士気を下げ、敵将の心を撹乱する。戦争は敵を欺くことが基本。迂回路を近道に変え、不利を有利に変える。軍の動かし方の真髄は、敵に察知させないことである。勝利は作ることができる。自分は敵の動きを把握し、敵には自分の動きを把握させない。敵が進軍しないところに行き、思いもよらないところに進軍する。敵に来させないようにすることができるのは、害があるように見せるからである。兵の数がいかに多かろうと、勝敗を決定する要因にはならない。勝利は人が作るものである。なぜなら、敵の数がいかに多くても、作戦によってそれを戦えないようにすることができるからである。戦いは正攻法で対峙し、奇形で勝つ。石で卵を割るように攻撃する鍵は、正兵で敵の隙を突くことにある。全軍が敵の出方にうまく対応して負けない鍵は、奇形と正攻法の使い分けにある。大軍を小勢のように統率して戦わせる鍵は、指揮系統にある。勝利する者は、あらかじめ勝つ体制を整えてから戦い、負ける者は戦ってから勝とうとする。昔の戦上手は自然な勝ち方をした。天下の人々が褒めそやす勝ち方も最善の策ではない。勝つことは予想できても、実際に行うことは非常に難しい。小勢なのに強気でいると敵の餌食になる。最高の戦い方は敵の策謀を見破って撃つことである。戦争は敵国を保ったまま勝つのが最善の策で、国を潰してしまうのは次善の策である。戦争のことをよく分かっている将は、国民の生死、国家の安危を握っているのである。知将は敵の食料を奪うよう心がける。5つの事柄、道、天、地、将、法を検討し、後で述べる基準を比較し、優劣を判断する。戦争は国の重大事であり、国民の生死、国家の存亡がかかっている。よくよく考えないといけない。必ず人を使って敵の情報を探る。最初は処女のように振る舞い、敵が隙を見せたらダットのように侵入して防げないようにする。戦争の要点は敵の意図に合わせて動き、敵の一点を的確に攻撃し、戦利の先にいる敵将を殺すことにある。兵は危機的な状況になって初めて雌雄を決することができるようになる。危険な状況に投げ込んでこそ存続することができる。死地に陥れてこそ生き延びることができる。軍を動かすときは任務だけを与え、理由を説明してはいけない。規定外の褒美や命令を使えば全軍を一人のように使うことができる。死地では戦う以外に生きる道がないことを全軍に示す。敵地に侵入したとき、深く侵入すると味方の団結は強まるが、浅いと弱まる。全軍を危険な場所に投げ込むのは将軍の仕事である。兵は憔悴に追い立てられるが、どこに行くのかわからない。軍を率いて任務を与えるときは、高いところに登らせてから、はしごを外すようにする。人に気づかれないようにする。
戦上手は手をつないで一人を動かすように全軍を動かす。そうならざるを得ないようにしているのである。兵の気持ちを一つにするのは収め方の問題である。強い者も弱い者も全力を出せるのは地の利があるからである。呉人と越人は互いに憎み合っているが、たまたま同じ船に乗って暴風にあった場合は左右の手のように助け合う。戦上手の戦い方は例えば突然定山の蛇のようなものだ。兵は逃げ道がなくなれば覚悟し、敵地に深く侵入すると結束し、どうしようもなくなったら必死に戦う。兵士はどうしようもない状態になれば恐れなくなる。戦争が上手な者は行動してから迷うことがなく、戦いが始まってから困ることもない。必ず勝てる見込みがあるなら、君主が戦うなと言っても戦ってよい。勝てる見込みがないなら、君主が必ず戦えと言っても戦わなくてよい。兵からすでに信頼されていても、罰を与えなければ命令に従わなくなる。敵の方から激しく攻め寄せておきながら攻撃も撤退もしない場合、よく観察すべきだ。頻繁に褒美を出すのは苦しい状況にあるからである。死者がへりくだったことを言っているのに、守りを固めているのは攻撃する準備をしているからである。国家の利益に見合えば軍事力を行使する。国家の利益に見合わなければ軍事力の行使を思いとどまる。戦争には多少まずい点があっても早々に切り上げるという例は聞いても、巧妙な作戦を立てて長引かせるという例は聞いたことがない。敵より先に戦場に行き、敵を迎え撃てば余裕を持って戦える。逆に遅れていけば戦いは苦しくなる。相手の実情を理解し、自分の実情も正しく理解していれば、100回戦っても危険には陥らない。